皆さんこんにちは。こちらはアンパパ D1 です。現在の値段は3万円前後です。以前ご紹介したiIMA A80 とよく似た商品です。中華製品の性能はどこまで進歩したのか、今回はこのアンプの性能を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。D クラスのデジタルアンプです。TPA3255 は高性能のデジタルアンプ IC チップです。PFFB というポストフィルターフィードバック回路がついています。この部分は iIMA A80 と同じです。入力はアナログと無線だけです。デジタル入力はありません。2.1 チャンネルシステムを作るためのハイパスフィルターが搭載されています。これについては後で詳しく見ていきます。消費電力は 8.9W しかありません。iIMAもそうですが、高効率のデジタルアンプで発熱が問題になることはありません。これと関連する商品に次があります。アンパパの製品は現在この3つです。Q1 は D1 と組み合わせる高性能の DAC ですが、国内では販売されていません。このモデルは販売元から提供していただいた新品です。外観を見ていきます。ボリュームノブをクリックすると電源が入ります。長押しで電源オフです。このアンプの起動はかなり早く感じます。ひび割れが心配される透明のナットが使われています。入力は Bluetooth とアナログ2系統です。アナログ入力の一つは TRS になっています。スピーカーから出る低音をカットするためのハイパスフィルターが搭載されています。つまみはスイッチ付きのボリュームです。少し回すとハイパスフィルターが有効になります。カットオフの設定範囲は 30Hz から 200Hz です。直感的に操作できるリモコンが付属しています。十字ボタンはトーンコントロールで、M は入力の切り替えです。窒化ガリウムを使った効率の良い AC アダプターが付属しています。容量は 48V 5A です。上にガラスの蓋がついています。固定されていなくて乗せてあるだけです。オペアンプが交換しやすい形で実装されています。イルミネーションの色を RGB の組み合わせで変えることができます。メーターの表示を見ていきます。メモリと数字は飾りです。ボリュームを上げていくとスケールが自動的に切り替わる仕組みです。この機能のおかげで小音量でも針の振れを目にできます。ここはiIMAの製品と同じです。ボリュームは99ステップあります。早回ししても加速しないので、頑張って回す必要があります。メニューを見ていきます。最初に大きく2つに分かれます。インプットは入力の切り替えです。セッティングの中を見ていきます。トーンコントロールはプラスマイナス 10dB の範囲で設定できます。表示の明るさを10段階で調整できます。
メーターのスタイルがいろいろ用意されていますが、良いものはあるでしょうか。周波数のディスプレイは動きが不自然です。シングルメーターのデザインが良さそうです。中身を見ていきます。スモークガラスが使われています。ボリュームつまみは金属の削り出しです。中身は基本的にアナログ回路です。これはパワー IC の放熱ブロックです。放熱ブロックを外してデジタルアンプ IC を調べます。TPA3255 はアナログ入力のデジタルアンプ IC です。それでは測定結果を見ていきます。出力が不明ですので歪みから見ていきます。この結果からすると8オームで 100W 近い出力が取れます。おおむねカタログスペック通りです。高効率なので発熱はほとんど気になりません。こちらは他のアンプと比較した結果です。右肩下がりの線はノイズのレベルを示しています。一番下が今回のアンプです。昔のアナログ高級機や N コアと同等以上の性能です。同じデジタルアンプチップを搭載する iIMA より若干優れています。ここは回路の作りの違いでしょう。音色を決定づける周波数特性を見ていきます。過聴域でほぼ完全にフラットです。このアンプには音色がありません。カート応答も完璧です。4オームの実用限界は 132W です。こちらもおおむねカタログスペック通りの性能です。こちらはハイパスフィルターの特性です。つまみのメモリに合わせて測っていますが、おおむね正確です。これは使えるハイパスフィルターです。こちらはダイナミックレンジです。ノイズフロアまでほぼ直線です。ほとんど問題ない性能です。こちらはダンピングファクターです。PFFB と呼ばれるフィードバックのおかげで十分高くなっています。広域にかけての落ち込みはローパスフィルターのせいですが、十分な性能です。こちらはギャングエラーです。アナログ式の電子ボリュームなので、わずかな誤差があります。
プリアウトの性能を見ていきます。こちらは周波数特性です。スピーカー出力同様、全く問題ありません。出力インピーダンスを見ていきます。やや大きめの値で低域にかけて上昇しています。こちらは歪みです。あまり良いとは言えない結果ですが、サブウーファーを鳴らす分には問題ないでしょう。このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。今回はアンプの音の違いをお聞きいただきます。1番は今回のアンプの音です。2番は N コアを搭載した高性能アンプの音です。値段はアンパパの約4倍です。この2台はどちらも周波数特性がフラットですから全く同じ音に聞こえるはずですが、果たしてどうでしょうか。アンプに音の違いはあるのか、アンパパと N コアは音が違うのか、今回は答えを伏せてお聞きいただきます。それではどうぞ。音楽室の古いピアノにもたれて歌ったね。知ってる？まだ君のことまだ知らないのに、なぜか懐かしくて Friend 木漏れ日も一緒に Friend クスクス笑ってるよ。
いかがでしたでしょう。アンパパと N コアの違いが分かった方は何番がどっちだったかお聞かせください。このアンプの性能は昔のアナログ高級機や N コアと同等以上です。とはいえ大きな差があるわけではありません。今やアンプの性能は限界に到達していて、改善の余地はあまりないように見えます。このアンプは低域をカットするハイパスフィルターを搭載しているおかげで、実用的な 2.1 チャンネルシステムを作ることができます。今まで 2.1 チャンネルをやろうと思ったら AV アンプを使うしかありませんでした。このアンプは優れた低音再生を実際に実現できる数少ない商品です。趣味のアイテムは見た目が重要です。優れたオーディオ製品は見た目で音楽の芸術性や偉大性を表現する力がありますが、中華製品の多くはまだまだの状況です。とはいえ、そういうものを期待する人は少数です。このアイテムは手軽に音楽を聴くための道具として十分すぎる内容の商品と言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。